こんにちは。グリーンリーフツーリストクラブの和田敦です。大月圭です。弊社はアフリカ、ウガンダを拠点とする旅行会社で、ツアー、レンタカーなどの旅行サービスを東アフリカ全体で提供しています。本日はルエンゾリ山地の5回目、どのようにしてルエンゾリ山地が形成されたかのお話をします。画面を切り替えます。では、ここからは地図を使ってルエンゾリ山地の形成を説明します。まず、ルエンゾリ山地の特徴ですが、アフリカで1番目と2番目に高いキリマンジャロ山やケニア山のような火山ではないという点です。また、ルエンゾリはヒマラヤ山脈のような終極山地でもありません。さて、ルエンゾリ山地はどのように形成されたのでしょうか。アフリカには2つの大地溝帯がありますが、ルエンゾリ山地は西部大地溝帯の線上に位置します。この2つの地溝帯は南北に走っており、東西に3つのプレートがあります。西にあるのがヌビアプレート、東にあるのがソマリアプレートで、地溝帯に挟まれる中央の部分はビクトリアマイクロプレートやタンザニアクラトンと呼ばれます。地殻の変動により、ヌビアプレートは西向きに、ビクトリアプレートとソマリアプレートは東向きに移動しています。よって地溝帯はプレートの移動の際にできたアフリカ大陸の大きな溝と言えます。その大きな溝に水がたまり、地溝帯の線上には水深の深い湖が連なります。ルエンゾリ山地は北のアルバート湖、南のエドワード湖と2つの大きな湖に挟まれていますが、順番としてはまずこの地域全体を覆う大きな一つの湖が形成されます。次にその中央にルエンゾリ山地が形成され、以前一つの湖だったのが湖、山、湖という現在の地形に変わりました。では本来下がるべき場所である地溝帯になぜこんな高い山ができたのでしょうか。この地溝帯には複数の断層があり、ルエンゾリ山地の東西にも南北に走る断層があります。東西の断層が近づき、またその後断層が回転したことで中間の部分が隆起し、南北に120キロ、東西に60キロ、そして高さが5000メートルのルエンゾリ山地が形成されます。このように形成された山は断層山地や地塁山地と呼ばれます。またルエンゾリ山地は年間降水量が2500ミリととても雨が多いことで知られますが、ルエンゾリと水の関係のお話をしてみます。ルエンゾリには大きな鋭い谷がありますが、雨水から来る山中の川や氷河が岩を侵食したことで形成されたもので、谷に水がたまることで谷が湖や湿原となり、ルエンゾリの豊かな植生を支えています。氷河が溶けて流れ出した水は山中の湖や湿原を経て麓の川に流れ込みます。またその後、その川はジョージ湖、エドワード湖、セムリキ川、アルバート湖を経て世界最長の川ナイル川に流れ込みます。一般的にはビクトリア湖とナイル川の境目がナイル川の源流とされていますが、ナイル川水系として捉えると、ナイルには多くの水源があり、その中でもルエンゾリは最も高い場所から流れ出すナイルの源流でもあります。世界四大文明の一つ、エジプト文明はナイル川の恵みによるところが大きいと言われていますが、ルエンゾリ山地の存在は文明の始まりにも貢献したようです。ルエンゾリとナイルの関係に関しては、ギリシャの地理学者プトレマイオスが2世紀に書いた本に記載があり、彼はルエンゾリのことを月の山と呼び、それがナイル川の源流だと記しています。
以上、ルエンゾリ山地の形成についてでした。本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。では次回まで。ごきげんよう。